雑談です。じゃない方です。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ、陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日は何をしてたかと言いますと、作業をしながらですね、夜またニコニコの水道橋博士さんの配信がありまして、ニコニコの配信とそれから高円寺のパンティットっていうところから、イベントの配信、同時にやっておりましたが、それに行っておりまして、あれですね、芸人春秋ダイアリーの引き続きプロモーションの一環としていろいろお話をしておったんですが、これね、なかなかその本題に入る前の前提を説明するのにも結構な時間がかかってる。芸人春秋っていうのが都合は、ナンバリングで言うと1、2、3と文庫版で1、2、3で、今の芸人春秋ダイアリーという560ページでしたっけ、ある分厚い本が出てるんですけども、それに至るなんていうんですかね、根底に流れるそのどういったね、1がこの世とあの世の話、2がみたいなことのそういったなんていうんですか、前提条件があっての、芸人春秋ダイアリーだっていうところの話ですね。そこがなんていうんですかね、一番伝えたいことというのはそうですね、いろんな人の博士と関係のある方々のなんていうんですかね、物語を通じたなんて言ったらいいのかな、本当にサーガですよね、みたいなことをが話されておったんですけども、本当にそこまでね、なんだろうな、こう追求したところを踏まえて読まなくちゃいけないのかって言ったらそうでもなくて、もうなんていうんですかね、それぞれの章で独立して十分面白いので、気軽にね、本当に分厚い本ですけども、何か気になる方の名前がね、どういった関係があって、どういったエピソードが載ってるんだろうっていう、そういう単純なそういう興味本位で入り口としてね、読んでいただければ、読んでいただいて、その上でって感じではする、僕的にはねするんですけども、それぐらい深い内容の本だということが、語られておりましたが、僕は最近といってもここ2日ぐらいね、この芸人春秋ダイアリーの一章ずつというか、それぞれの人の章ごとに、1ページで漫画というか、なんていうんですかね、イラスト集というか、そういうのを今書いてあげてまして、でハッシュタグ、毎日原線しか書かんっていうのをずっと書いているんですけども、それには芸人春秋ダイアリーのやつには僕は登場しないんで、ハッシュタグどうしようかなって考えてて、昨日帰ってきて、そうか、原線は書かんで、やろうと思って、またインスタとツイッターの方にね、上げてますんで、そっからね、なんだ、例えば、2人書いてる西野昭弘と、尾崎世界観と書いてるんですけども、それを見て、どういったね、尾崎世界観なんかで言ったら、尾崎清彦が映ってたり、ジャンボ尾崎が映ってたり、空き缶が転がってたりね、全く話に出てこない一斗缶が転がっていたり、あと、電車に乗って手紙を渡す絵が描かれているんですけども、その電車の行き先がお花屋茶屋とかね、尾崎世界観さんのことを知ってたら、お花屋茶屋ね、出身だからみたいなことが、その漫画を見れば、漫画というかね、イラストというか、あれを見れば、なんとなく分かって、でそれ以上のことがその本に書かれているっていうことをやってるんで、
ね、ビジュアルで入る方が分かりやすかったりとか、なんだろうなこの絵っていう、そこからね、気になって、分厚い本ですけども、そんなにね、一個一個本当にサクッと読めますんでね、読んでいただければなと思いながらも、僕はそんなことをしておりました。で、芸人春秋ダイアリーと、あとニコ動の方ではね、それ全編フルで、語っておりますんで、ぜひご覧になってくださいと、そんなことしておりました。で、見ましたですわ。じゃない方の彼女の、これは3話目ですか。もうね、ドア玉からいきなり目覚めるとね、玲子、山下美月さんの隣で寝て目が覚める、そんなね、前回までは公園でね、私今日誕生日なんですっつって、そこでお酒を飲んでね、じゃあお祝いだっつって、でこらーっつってね、外でそんな飲んでんじゃねえっつって追われて逃げて、玲子さんの家でね続きを飲んで、気がついたらもう朝ね隣で寝てたんで、そこですよ。そんでこうやったかやってないか覚えてないね。しかし隣で寝てるね。うわ、どっちなんだろうってところで、スマホを見ると奥さんからね着信履歴があったり、こう LINE が来てたりでね、焦るわけですよ。うわ、どうしようっつって、で山下美月さんも起きてきてね、いや覚えてないのと言いながらも、こうちょっと思わせぶりな雰囲気でね、で申し訳ないけど覚えてないっつって、じゃあテストの採点をしててね、徹夜になっちゃったっつって頭をワシャワシャワシャってね、寝癖をわざとつけさして、でそう言って帰らすわけですよ。でもう何が一番いけないかってね、やったかやってないかよりも、本当に覚えてるか覚えてないかね、それが一番の問題ですよ、本当にね。そういった経験がないんでね、何とも言えませんが、覚えてないことなんかあんのかなとか思いながらも、ね、そういうのがあって、家に帰るんですけども、その取り繕ったねテストの採点をしてて徹夜になっちゃったっていう嘘もなんとなく信じてもらえてね、その次の日にケーキを買って帰るわけですけども、そこを怪しまれるんですよ。普段しないことをするからね。そういうのがね、一番本当に如実にバレるんだろうなって思いますね。普段なんかやましいことがあるんじゃないのってね、冗談交じりに言われるんですけども、これやましいことがあるからそういうことしてるんですよね。そういうのは自分ではこう若干の罪の意識があるからそういうことをするんですけども、そういうのは何にもない方からしてみたら、何突然そんなことをしてんだろうっていうので、そういうところで気づかれるんだろうなとは思うんですけども、でそこでもなんとなくこう本心でね怪しんでるのかどうなのかっていうのが微妙なところで、なんとなく過ぎていくんですけどもね、そんなのがあって、でも山下岳さんの中ではこれはきっぱりとね断んなくちゃいけないっつって、講義が終わった後にこう待ち伏せというかねしてるのを何回か注意するんですけど、そうするとぱったりと講義に来なくなって、諦めてくれたかなと思ったら、職員室にコーヒーの差し入れが置いてあったりとかね、もうそれでいよいよこういうことはやめてくれとね、強く言いに出るわけなんですけども、その間にね、同級生の綾菜さんって東野綾香さんと、それから後藤誠さん、豊田雄大さんがねこう付き合ってるんですけども、その誠さんの方から翔吾ね、辻岡仁介さんが演じてる翔吾さんと、そんな思わせぶりなことをすんなと、あいつは本気になってしまうからって言ってね、本気なんでしょうけども、でもね自分としてはそんなことはない気なんだけども、そうやって、八方美人なところを注意されるんですが、逆にねそこで誠くんにケーキ好きじゃないでしょうと、そんな無理して
綾菜に合わせる必要ないと疲れちゃいますよって逆にアドバイスをするという、さすがこれはもう本当にね、この間も言いましたけど心理学を勉強してるから、その辺がね手強いというかね、って思いながらも、そういうことがありので、今度は逆にね先生って浜田学にこうやっぱりこういうのはダメだとね強くこう断られるわけなんですけども、雨の公園ですよ。でそれでもね、もうどうしてもというかね、これが私のね、誰が何と言おうと私の本人ですつってキスをするところでとか、するんですけど、したところで終わってしまうんですよね。来週以降どうなるのか。だから浜田岳さんはそういうのは本当に困ると言いつつ言いつつじゃないですね、言ってるんですけども、それでもなおねこう好きだと言ってくるね。これどう思います？その好きだっていう気持ちにね応えてあげるっていうのもね、ちゃんと断ろうとしてるんですけど、それをね乗り越えて来てしまう、そういった昔の言葉ではそのスウェーデン食わぬは男の恥なんて言ってますけど、この今の時代そういったことはもう許されないというかね、あれですからね、これはもうなかなか難しいぞとね。だから難しいですよね。それをこう黙ってね相手するのもそらあかんし、とか思いながらも、しかしね男だったらとかね、そういった葛藤がありつつも、でもそれでも浜田岳さんはもう断ろうとするんですが、なかなか、受け入れてもらえないっていう状況が面白いですよねと思いながらね、来週以降どうなるのか楽しみではありますが、そんな感じでね、じゃない方の彼女の3話目、これ非常にねどうなっていくんだろうね。それをまたお母さんにね、ユウさんが演じるお母さんに相談してしまうところがね、またこう初々しいというかね、恋愛慣れしてない、そういうところにが惚れられているんだろうなとか思うんですけどもね、どうなっていくのか、どうなっていくのかって、多分断るんですけど、どう断ってどう山下美月さんを納得させていくのかなっていうところなんでしょうけども、それをねこう裏切ってくるかもしれない、裏切ってくるね、ドラマの筋書き上ね、っていうのをどうなっていくのか楽しみで見ていきたいドラマでありますんで、ぜひねこれはパラビとTVer で見逃し配信ありますんでご覧になってくださいといったところですか。はい。またならなかった。はい。じゃあ、チャンネル登録と高評価とよろしくお願いします。ありがとうございました。